識してっていう、日本で勝っても、まあ日本でね勝つのも嬉しいでしょうけど、はい、まあ世界をまず目線としてねやってるっていう。そうですね、やっぱり特にまあこれライフセービングってスポーツだけではないんですけれども、やっぱり人命救助とか、海で溺れないためのっていうところが一番根底にあるんですけれども、やっぱりスポーツとしてこう知名度が上がればライフセーバーっていうのにももっと目が行く人というか、海辺でこう亡くなる人が減るとか事故が減るとかいうところにつながると思っているので、やっぱりマイナーな活動なだけに、マイナーな活動が有名になるなら世界で優勝というかトップに行かないとやっぱりダメだろうなっていうふうに思っているので、マイナーですし認知力もないけど世界8位ぐらいで頑張ってます、広めたいですって言ってもなかなかインパクトがないのかな、はい、と思っていて、常に世界っていうふうに思ってやっています。勝つ人と勝たない人の差っていうのは何ですか？世界行ける人と世界行けない人の差、体が大きいだけとかそういうのじゃないですか。努力するだけ、努力の差だけでもないと思います。いろんな複合的なものがあると思うんですけど、何が大事だと思います？その努力の量というか基準がもう全然別次元というか、はい、っていう感じはしますね。もう本当にトップにいる人はそのトップじゃない人が当たり前だっていうすごく頑張ってるってことがもう当たり前以下だったりするっていうのが全然、その僕オーストラリアの世界一の強いクラブに行ったり一人でしてるんですけども、やっぱり練習の量とか全然違って、僕がこれぐらいやって自分は日本チャンピオンだって言って胸を張って言っても、もう高校生とか大学生にボロボロにされ10個下ぐらいの子にボコボコに任されたりとか、練習量も全然もう 1.5 倍から2倍ぐらいやってたりとか、当たり前のように、はい、2倍ぐらいやってて、プラス、僕は今プロでやれているんですけれども、それでやりきって頑張っていたつもりでも、もう全然違う練習量をこなしながらその仕事だったり学校だったりをこなしてる人がもう何千人もいるような世界で、もう全然基準が違ったんだっていうことはすごい感じてます。はい、ライフセービング業界的にこういったアプローチしたらええんちゃうかとか、そういうのを考えておられるとか。そうですね、僕が本当に世界でトップになれば自然と有名になるだろうなって思って本気で頑張ってきて、優勝してもならなくて、すごいその時に落ち込んで、これじゃダメなんだって思って、いやどうすればいいのかなと思ったんですけども、なんでやっぱりこう後輩の育成とか、見えないですね、後輩の育成とかこう子供に教える教室とか、そういう地道な活動も競技者でトップでありながらやることがやっぱり必要なのかなっていうふうに思って、はい、やっぱり例えば誰でしょう、水泳だったら北島康介さんが水泳を教えてくれたってなると、なんか子供も夢を持ったりとかもしますし、トップでありながらやっぱり二足のわらじでこうやらなきゃいけないこう地道な作業もやっぱり必要なのかなっていうふうにも思って、その指導員の資格を取得したり子ども向けの教室やったりっていうのを少しずつやるようにしています。あとはでも本当にどうしてこうタイミングというか、本当に偶然的にできたスターみたいなのも必要かなと思って、ビーチバレーの浅尾美和さんとか競技以外のところでグラビアやったりとかで逆に有名になったりとか、飯沼誠司さんってご存知ですか？バラエティーとかクイズ番組とか出てたんですけども、その方も僕の、去年までの日本代表の監督をされていたんですけども、競技者をやりながら芸能活動とかもされていて、筋肉番付だったかスポーツ王No.1決定戦とかに出場してて、そこで初めてビーチフラッグっていう種目を取り入れて、砂じゃなくて発泡スチロールみたいなところに飛び込んでやってたんですけども、
そこでだいぶライフセービングとかビーチフラックスっていう言葉は広まったのかなっていうふうに思っていて、ちょっと僕が芸能活動をするとかっていうのはイメージできないんですけども、なんかこうただライフセービングを頑張ってるだけだと、ちょっと広がっていかないなっていうのは、感じてるところですね。はい、なので今オリンピックにサーフィンの種目が採用されたりして、同じ海を舞台にしてるスポーツ競技っていうのもあって、なんかこうそこからライフセービングに普及して、ちょっと僕らは願ってる立場なんですけど、お願いする立場なんですけど、なんか今日こっちにも注目が波及してくれればなっていうふうに思ってます。はい、行政とのその交流とかっていうのはないんですか？例えば消防、警察、海上、はい、自衛隊とか、海保とかとの合同訓練は年間に1回2回ぐらいはします。はい、やっぱり僕今プロでライフセーバーやる前の消防士だった、はい、消防士の西南機場隊ってところに行ってやってたんですけれども、どうしてもライフセーバーの方が第一発見というか第一アプローチは早いんですね、海の事故の時、絶対早いので、ライフセーバーとその行政の、連携というか信頼関係が絶対必要になっていて、徐々にそのライフセーバーの人命救助の件数とか、救助に至らなかったけどこれは声かけをしなかったら溺れてただろうなみたいな、未然に防いだっていう数の統計がだんだんこう増えてきて、行政からもその数字で認められて、ライフセーバーの必要性っていうのが認められているようにはここ 3,4 年でなってきてます。はい、交流って分だけ広がっていってる。そうですね。はい。その中で実際こう救助された、こんな場面でこんな救助したっていうのを実際お聞きですライフセーバーをしてて人命救助僕がしたのは、僕もその亡くなってる人を引き上げたことはなくて、やっぱり声かけをしたりとか溺れる前に助けたっていうのはもう何十件もあって、本当にこうビーチからこう顔色とかあまり何してるとかあまり見ないんですけど、こう助けてくれって言いながら溺れてる人って絶対いなくて、溺れる人って本当に静かに溺れる、呼吸ができないし息ができないから沈んじゃうので、静かに溺れていく、一瞬で沈んでいっちゃうので、溺れる前にちょっとした挙動であの人ちょっと苦しい顔してるなとか顔が赤いなとか遠くから声かけると、やっぱりこのパドルボードに捕まってきて、今やばかったんですっていうような件数はもう何十件もあります。本当に海で亡くなった人っていうのは、僕が直接引き上げたのはないですね。誰かが引き上げた後にアプローチしてこう心臓マッサージしてっていうのは5、6件あるんですけど、あとはそのオーストラリアが一番そのライフセービング文化としても根付いてるんですけど、地元の人がオーストラリア人が溺れないんですよ、全然。ほとんどが観光客、アジア人が溺れていて、ライフセーバーっていう存在をそもそも知らない、オーストラリアに行っても知らない。オーストラリアに行くと赤と黄色の旗が2本出てあって、そこの間は安全に泳げますよっていうのをこう毎朝ライフセーバー安全な場所に旗を差すんですけども、そのことすら知らないので、大体観光客が溺れちゃって、地元地域の学校教育の中にもライフセービングっていう自分の身を守りましょうっていう教育がされててもあって、溺れないんですね、地元の人が。日本人は自分の地元の海で溺れちゃったりとか、台風が来たら海見に行ってそのまま流されちゃうとか、増水した自分の家の近くの川海に行って流されちゃうとかいう事故が結構多くて島国なのに、水に親しい国なのに水辺の教育がなかなかされてない、まだまだ足りてないっていう現状があるんです。その競技を選んだきっかけとか、何歳ぐらいから始めたとか、もし去年聞いてなかったら知ってもらっていいですか？僕は大学に入学するまでずっと水泳をやっていて、小さい頃から？そうです。もう幼稚園生とかからやっていて、東海大学っていうところに入学したんですけども、そこで
リオのオリンピックで 200m 平泳ぎで優勝した金藤さん、金藤理恵さんっていう方がいるんですけども、その人のコーチが東海大にいて、そこで水泳を教わりたいなと思って入学したんですけども、その大学の水泳部、大学でも本格的に水泳やってる人のついていけなくて、もう1週間で辞めちゃって、それこそ本当に大学で本格的でスポーツやってる人のその基準っていうのが、僕が高校までの頑張ってたっていう基準とも本当にかけ離れてて、もう1週間もついていけなくて、1週間でそのやりたくて大学に入りたくて勉強してっていうのもあったんですけど、もう1週間で水泳やめてしまって、大学の水泳やめてしまって、何か泳ぐことは続けたいなっていうのは、たまたまライフセービング部っていうの部活があって、大学の中に、はい、なのでそこで初めてライフセービングを知って声をかけて入部して始めたっていうところが初めてです。18歳の時です、はい、大学クラブで50クラブぐらいあるんですかね、確か。結構主要大学にはライフセービングあるんです。どこにでも結構実はあって、大学の部活として所属しつつ、各地域のどこどこビーチライフセービングクラブっていうクラブに所属してるような形で、会員の半分以上も、半分ぐらいが大学生で、かなり大学生の割合が今高いですね、はい、でもやっぱりその安全教育的なところも、その競技としての発展も含めると、やっぱりもうちょっと小さい頃から、小学生とか幼稚園の時からライフセービングっていう活動を子供の頃から始められるような環境を作んなきゃいけないかなと思います、はい、今は大学生に助けられてるのはもう本当その通りです、はいはい、なのでいつまでもこう大学生のアルバイトみたいな見られ方してるのかもしれない。なかなかそこから地位が上がらないみたいなこともあるのかもしれないです、はい、年齢的に一番そのピークの多い年齢、若い人がやっぱり強いんです。いや、そんなことはないです。その海の種目は、はい、特に海、風、波を読む力がかなり必要になってくるので、かなり選手層というか高い、長くやれます、はい、単純な体力だけじゃないところで戦えるので、30後半とかでも35後半まではいけないですからね、5前半ぐらいトップで戦った選手たくさんいます、はいはい、自然とね、若い選手って言うてもね、はい、元気じゃないですか、まあ、体力的にもね、はい、だからやっぱり年いくほどやっぱり努力をせんと大変ですよね。そうですね、はい、例えば波が何にもない状況で逆に大会やることもあって、そういう状況だと若い選手がかなり強いです、はい、もう単純な体力で、はい、いけちゃうんで。それだけじゃないですね。でもこういろんなところで大会をやって、まあ、海外の大会は大体波があるんですけども、ところだと経験っていうところがかなり必要です。経験、テクニックっていうのはかなり必要なスポーツです。インチャン選手もまだまだあれなんですね。もうそれ35と言わずでしたらまだまだやりたいですね。そのもし24年にパリのオリンピック種目になるんでしたら、僕その時6年後に36歳になってるので、やりたいなっていうふうに思ってます。でオリンピックの種目が、決まる候補として決まるのが前のオリンピックの年か、その確か前年だったので、東京オリンピックのなんで来年か再来年ぐらいには多分24年にライフセービングがなるのかどうかっていうのが分かると思ってます、はい、なのでとりあえずそこまでは頑張ってオリンピック種目になったらもう何が何でもやりますね、はい、何が何でもやります、ような気持ちで頑張ってます、はい、若い選手もやっぱり育ってはきてるんですね。こいつやばいなっていうね。そうですね、毎年毎年いるんですけれども、やっぱり大学の部活としてのこう活動っていう意識が強くて、ほとんどが大学卒業で辞めちゃう、物好きばっかりですね。卒業しても社会人になっても、こっちがライフセービングやりたいがために仕事を選んでやれるような仕事を選ぶっていう人は結構少ないですね今、はい、なので僕もなんとかプロとして生計を立てて結果も出して、なんかこう道しるべになればいいというか、道を作って、こういう生き方もあるなみたいなのも
作っていけたらなっていうふうに思って今やっています。例えば、腰が腰痛があるとか、こうデスクワークが多くて肩が凝って動かないとかっていうものに対して、例えばマッサージとか針を刺したり、例えば冷やしたり温めたりっていろんななんとか療法ってあると思うんですけども、そういうのってなんかそのいわゆる対処療法でしかなくて、なんかこう痛みは消えるけど、その時やった時治療した時は痛みは消えるけど、またやらなくなったらまた出てきちゃうっていう、こう一時的な処置でしかないのかなっていうふうに思っていて、もうその痛みをそもそも出さないっていうこう意識が必要なのかなというふうに僕は思っています。でちょっと僕もこういうそういうデスクワークとかあんまりしたことがなくて、長時間したことなくて、それあんまりイメージができないんですけども、でも僕、こういう運動スポーツやってるからか、そのどこが疲れてきたなとか、どこに疲労が溜まってるとか、どこが硬いとかすごい敏感になってて、多分他の普通の人は気にならないようなことでもなんかこう気になっちゃうんですね。なんでなんか痛いなとか、痛みがひどくなる前になんかもうなんか常に動かしたり、動いてじっとできないんです。じっとできない。じっとする。だからなんて言うんでしょう。そもそも痛みを出さないためにはやっぱり動くことが必要で、どんな動きしてるの？僕飛行機寝れないんですね。じっとできなくて、じっとしてるとすごく凝っちゃって、もう30分もじっとしてられないですね。で何してるかっていうと、ずっと歩いてるか、腰がやっぱり痛くなるんですけども、腰が痛くならないような座り方を意識ずっとしてるというか、なんかその人間って座ってこう、例えば腰の話なんですけど、ただ垂直にじっと立ってる時の腰への負担を1とすると、座った時って 1.5 倍ぐらい腰に負担がもうこれだけでかかってるみたいで、なんでただ座ってるとどうしても腰に負担ってかかっちゃうみたいな。なんでそれプラス例えばこう寄っかかってこうやって座ったり、骨盤がこっちに後ろに後傾しちゃったり、逆にこうパソコンを触っててこうなっちゃってると余計負担がかかって痛みが出てきちゃうっていうので、僕車運転する時に使ってるんですけども、こういう椅子に敷く骨盤矯正みたいなやつ使うと強制的にできるだけ腰に負担がかかんないような座り方をさせられるので、僕はよくそれを使ってます。はい、使っている大事ですね。例えばエクササイズですか。エクササイズ、そうね。はい、腰だけじゃもちろんないと思うんですけど、ほぐし方とか、なんかちょっとこうスペース的にあんまりねみんなないと思うんで、なんかちょっとしたこの小さいスペースできるようなちょっとものがあれば教えてください。その遠征とか飛行機とかどうしても動けないような場所に行かざるを得ない時にどうしても持っていくものがあって、テニスボール1個持っていくんですね。テニスボール1個持っていくとどこでも結構マッサージができて、例えばお尻に敷いてもうここに敷いてちょっとゴリゴリするだけでも、ちょっと見えないですすいません。後ろに敷いてゴリゴリするだけでもいいですし、テニスボールを背中に置いてこう押し付けるだけでもかなりこう自分でマッサージできるっていうのが、両手でこう押さえつけながらマッサージできるっていうのがすごくいいなと思ってて、テニスボールを必ず飛行機だったりには持ってって自分で処置するようにしています。で
もうとにかく痛みがひどくならないようにこまめにというかすごい高い頻度でこまめにやってますね。もう常にこう動かしたりとか歩いたりとかっていうのをずっとやってます。もちろん仕事ですと何時間も集中してやらなきゃいけない時があると思うので難しいかもしれないんですけども、そうですね、できるだけその痛みがこう痛みとか疲労ってこう肩もそうですし腰もそうですしこう積み重なっていくと思うんですね。積み重なっていくひどくなる前にこうほぐしてあげるっていうのが大事かなって思ってます。はい、あと体幹トレーニングって今流行ってるんですよね、はい、腹筋背筋とか、要は心にコアマッスルですね。そういうのやっぱ意識されてバランスよくやるんですよ、鍛えるんです。それから一部をちょっとこう例えば大胸筋であったら胸の筋肉を多めに鍛えるとか、だからバランスって悪くなるじゃないですか、後ろの筋肉は、はい、そういうのはどうされてますか？僕もその体幹トレーニングっていうのはそのトレーニングがメインにはならないんですけれども必ずやるようにはしていて、どうしてもこう腕だけ鍛えたり足だけ鍛えても例えば水泳ですと上半身と下半身が一緒に動く運動なのでそれをつなぐ上半身と下半身をつなぐ部分がもうグラグラだと何も力が伝わらなくなってしまって腕が頑張ってかいてもここがぐにゃっとなってから全然力が下に伝わらないのでこう固めた上で手をかけるように足を蹴れるようにこのトレーニングは量としてはそんなに多くないんですけども必ず毎日やるようにはしていて、はい、多分座ってると腹筋ってすごく減っていくと思うんです。座っていくとなので体幹あとはそうすると腰にも負担がかかってきて筋力なくなってくるとそこが緩むというか腹筋って入れるとこうやって入れてっていうとこうやってると思うんですけど逆に筋肉なくなってくると逆の方向にこういう風になってきちゃうんで反り腰になったりとか腰が反っちゃうと座った時にも腰に負担かかったりすると思うんでそうですね腹筋は鍛えて損はないですね、はい、絶対。背筋は背筋は姿勢をさらに良くするためには必要だと思います、はい、その運動能力っていう意味では、歩いたりとかするのもやっぱ背筋腹筋って背面の筋肉って必要ですね。日本人ってその人種的に背面の筋肉が弱いみたいで後ろです、弱いらしいです、はい、なんか走るのも日本人ってなかなか速くならないじゃないですか、黒人とか海外の大きい選手に比べてっていうのは、本当 DNA 的なところもあるらしいんですけど昔狩猟民族で走り回って動物を捕まえてた民族と農作業して農耕民族との差でやっぱりどうしてももう遺伝的に背面の筋肉が日本人アジア人に弱いって言われてて、なのでそうですねなんで腰痛の背面関係あるかな、背面の弱さも関係してると思います、どれぐらい運動すればいいと思います？一般的な人的な時は人がたちがどういった運動分かんないねもうめちゃくちゃ鍛えてると思うんで今一般の人は大体こういうとこ鍛えばいいかなとかあとするタイミングが朝がいいとか夜がいいとか、そういうのがなんかあれば自分教えてもらえば。朝ですね。その健康のための運動は朝の方が絶対。何ですか？朝早くやると太陽を浴びて太陽を浴びて体を動かすっていうもう人間っていうか動物が生まれてからできてるサイクルみたいなのがあってそれに沿って運動するのが健康にはいいと思います。夜って人間はもう休みモードに入ってて
そのなんて言うんでしょう、人間が活動するために必要なコルチゾールっていうホルモンがあるんですけども、それが人間って朝から夕方にかけてさーっと落ちてくる、きれいになだらかに落ちてくるんですけども、なんでその人間の活動量って一番朝が多いべきで、例えば勉強も朝やった方が記憶に残るとか言うと思うんですけど、運動もできるだけ朝が良くて、本格的に体を追い込むようなトレーニングは朝やると、その寝起きだと体が固まってたりとか、まだ柔軟性が高まってないとか、体が温まってない状態をするのと怪我につながるんですけども、本来こう普通に健康的に生きるための運動であれば、朝の方が効果的なんじゃないかと思います。本来運動するべきでない夜に運動すると、こうその本来ある人間のサイクルが崩れるというか、夜眠れなくなったりとか、次の日に疲れが残りやすいとか、そういうところにつながるんだと思います。海外に行ってそのオーストラリアに僕よく行くんですけども、朝運動する習慣がすごいですね。海外ってその朝通勤前にスイミング1時間やってとか、ランニング1時間やってとか、ボクササイズをビーチでやるクラスがたくさんあって、ヨガをやったりとかっていうのがすごくあって、日本も多分少しずつその朝活とか行ったりとか、朝運動できるようなスポーツクラブとか増えてきてるとは思うんですけども、そういうところなんじゃないですかね。なんかその多分それが効果的だって思って理解してやってるようには見えないんですけれども、なんかそういう文化がすごく海外は多いなって感じで、健康的な人が多いなっていうふうに思います。あと食べ物はどうですか？はい、いつもどういうのを意識されて喋ってますか？僕はちょっとこの活動の中でお話できなかったんですけども、年明けぐらいにすぐ体調を崩してしまいまして、遠征続きとか、多分そのストレス、プレッシャーとかが強すぎて、その10月に毎年その全日本選手権、国内で一番大きい大会があるんですけども、それが終わってから僕なんでかトレーニングができなくなっちゃった時期があって、急に多分緊張から解放されてか、なんか海に入るのとかプールに入るのが怖くなってしまって、急になんか何もできなくなっちゃったんですね。で結構イタリア遠征とかニュージーランド、オーストラリアとか行ってたんですけども、その時からなんか不調が続いてて、うまくレースも練習もできなくて、おかしいなって思ったら、だんだんひどくなってきて、一回すごい満員電車に乗った時に倒れちゃってもう呼吸ができなくなっちゃって、急にできなくなっちゃって、それから急に人混みもダメになっちゃって、電車も乗れなくなって、バスも乗れなくなって、水も顔もつけられなくなってっていう時期が2月くらいにあって、実はあって、病院に行ってパニック発作だって言われたんですよ。あんまりにそのストレスある生活を送ってたとか、多分スポーツで競技者として多分プレッシャーをすごく感じてたのかっていうことにいうふうに診断されて、パニック障害みたいに言われてしまって、どうしようかなと思っていろんな治療方法を探したんですけども、精神科とか行って本当に抗不安剤とか飲んだ時期もあったんですけども、なんかそこでたまたまいろんな針治療やったりとか、ヨガをやったりとか、その心療内科に行ったりとか、スポーツ専門のプロアスリートとかを扱ってるメンタルトレーナーとか行ったりとか、いろんな治療をしたんですけれども、栄養医学の専門の先生紹介してもらって、偶然でそこで教えてもらったのが僕その時まで全然食事気にしてなくて、食べたいもの好きなだけ食べてて、ちょっと大会近づくとちょっと油物控えようかなとか、それぐらいしか考えてなかったんですけども、栄養医学の先生に会って、パニック症状とか、うつとか、そういう症状って全部食事が原因だって説明してて、
結構その症状って脳の問題だっていうふうに今まで言われてきて、その薬を飲んで治そうとかっていう考えが強かったらしいんですけども、最近はその僕だったらパニックだったらそのなんか怖いとか不安とか、うつだったらやる気が出ないとかっていう症状も全部その食事が栄養が原因なんじゃないかっていうふうに最近は研究が進められてるらしくて、さっきホルモンの名前なんですけれども、セロトニンっていうなんかその自律神経とか興奮と安定をこう司るコントロールするようなホルモンがあるんですけれども、それを唯一作ってたり貯蔵したりするのが腸らしくて、最近研究が分かってきたらしくて、最近は腸と脳の腸脳相関っていう腸と脳の相関性関係があります。相関っていう言葉があるぐらい、なんかその精神状態と腸、要は、食べるものを吸収するところの重要性っていうのがすごく書いてるらしくて、僕はそれで食事を改善していって、今その水に顔つけるのも怖かった時期から徐々に今良くなってきていて改善に進んでるんですね。でその食事っていうのも今僕がその健康のために制限しているのがグルテンっていう小麦とカゼインっていう乳製品と、あとはアルコールとカフェインを全部やめていて、特に小麦ってやっぱりやめた方がいいっていうふうに、言われてるみたいで、その本当に昔の小麦、本当純粋なピュアな小麦は特に健康に問題がないのもいいんですけど、今の小麦はもうその生成されすぎてて何にも栄養素のないような、なんか残りかすみたいな小麦になってるみたいで、なんか本来人間が食べれるようなものじゃなくなってるみたいな、腸を傷つけちゃうっていうふうに言われてて、僕は今そのいわゆるグルテンフリーっていう生活を今食ったりしてて、その腸がその暴飲暴食して腸が荒れてるとその食べたものを吸収できないからなんかそのホルモン、その心を安定させるホルモンを作れないし吸収もできないから運動してもなかなか栄養にならなくて体が大きくならないとかっていう問題が起こってるみたいで、僕は今すごいそれから食事に気をつけるようになってその症状の改善に向かっています。はい、あとはその血糖値血糖値の問題もかなり大きいらしくて、その小麦製品とかいわゆる生成された白米とかっていうのは本当に美味しいんですけど、すごい血糖値を急に上げちゃう。血糖値がバーンって急に上がると平常値よりも下がっちゃうらしいんですよ、血糖値って、下がっちゃって、僕はそのご飯全然気にせずに白米大好きですし、パンも大好き、甘いものも大好きで結構食べてたんですけどそうすると血糖値がバーンと上がってバーンと下がって、下がった時に平常値よりも下がってしまった時にその不安とか恐怖とかやる気が起きないとかイライラとか、お腹が空くとイライラするっていうのはこのせいらしいんですけど、美味しいものをイライラしながら食べる人って絶対いない、怒りながら食べる人いないと思うんですけど、美味しい時ってその血糖値が上がるとやっぱり幸せな気分になって、血糖値がバーンと下がった時にお腹が空いた時とかにイライラしたりとかするっていうのもあって、僕はできるだけその血糖値を上げないようなものを食べるようにしてて、その白米とかも今あんまり食べないですね、食べてもすぐお腹空くとか、夕飯8時に食べたのに10時にお腹空いたりとかっていうのは、もしかしたら夕飯にその
丼物だけで済ましてたりとか、ラーメンだけで済ましてたりとかってするとすぐお腹が空いたりとか、こう飲みに行ったりするとビールとかも血糖値上げやすくて、ビール飲むとさっき食べたビールとおかず食べたばっかりなのに締めでラーメン行きたくなっちゃうとか、で食べれちゃうとかいう時の食べ過ぎとかにもつながったりとかするみたいで、最近血糖値のコントロールっていうのはこう一般的にもこう注目されてはいて、僕もできるだけその血糖値の乱高下をしないように、いわゆる低 GI っていう GI の低いものを食べるっていうふうにできるだけしていて、食べる順番も結構関係しているらしくて、同じ例えば定食で、白米のご飯と焼き魚とサラダと味噌汁とっていうふうにあったら、その GI の低いものから順番に食べると血糖値が上がりにくいらしいんですね。なんで僕は例えば付き合いとかそういうものを食べなきゃいけない時は、サラダを食べて焼き魚を食べて味噌汁を飲んでご飯を食べるっていういわゆる三角食べってあんまり健康に良くないみたいですね。はい、なんでフランス料理のコース料理とかっていうのは本当理にかなってるらしくて、サラダから食べて、あまりいかないのかわかんないですけど、野菜があってお肉があってパンを食べて、最後にデザート、最後に甘いデザートを食べてもその順番が正しければ血糖値を上げすぎることはないみたいで、そのコース料理って理にかなってるらしいです。健康に食べれる。はい、なんで僕はその食べるものと食べる順番を今気をつけて、その腸の環境を良くする、腸に負担を与えないような、丼物とかラーメンとかそばとかうどんとか丼物とか、例えばコンビニ行っても甘いスイーツとか菓子パンとか手軽に取れるおにぎりとか、確かによく見ればその小麦とか精製された白米とか、なんかそういう美味しいって思っちゃうものしか世の中にないなって思って、逆にそういう自分で制限してみて縛られて中で生きてみるとなんか当たり前のように食べてたものがもしかしたら健康を害しているのかもなっていうふうに最近は考えるようになってきてます。睡眠とかはどうですか？今までも体を筋肉をこう回復させたいとね、ストレッチとかはしてから寝てたんですけども、その前に10分とか5分でもですね、瞑想をしたりヨガをしたりしてから寝るようにしてて、そうすると寝つきがいい、眠りが深い、全然違うっていうのに気づいて、やっぱり携帯とかこうベッドライトの明かりで本を読んだままとか目に刺激が入った状態で寝ると本当に眠りが浅くて浅いっていうのに気づかされて、そのヨガをやり始めてから、なんか眠りに入るための準備っていうのはすごく重要だなって思ってますね。あとお風呂とかもすごくよく使ってよく使うようにしてて、人間ってこう副交感神経って要は休みたい時に出てくる神経ホルモンというか神経が活発になるのが体温が下がってくる時らしくて、下がってくる過程で眠くなってくるとか体が休むモードに入ってくるものなので、眠る前は必ずお風呂に入って、そこから30分後に必ず寝るとか、こう寝る前の準備をこう必ずローテーションで何してから何して寝るっていうのを必ず決めてて、お風呂になんで例えば僕の場合なんですけど、明日の大会の前に8時間寝たいから、明日の朝は何時に起きなきゃいけないから逆算して、じゃあ10時に寝なきゃいけない、じゃあ湯船に浸かるのは何十分だから9時に湯船に浸かなきゃいけないとか、こう逆算してこう眠る時間を決めるようにしています。なんとなく毎日眠る時間と
眠る前に何をしたから、あ、これぐらい眠りが深かったかなとか、これぐらい疲れが取れたかなってなんとなく分かって、日頃意識してるとなんとなく分かってるので、はい。なのでこうそうですね、なんかこれをやるためには何時間ぐらい寝たらベストパフォーマンスができるなみたいな、仕事にしても競技にしてもっていうのを考えて生活はするようにしています。はい。